皆様こんにちは、じゅんです。今日は待ちに待った X100V のシルバーの発売日ということで早速撮ってまいりました。もともと私 X100F もシルバーのカラーを使っていましたが、X100V もシルバーを選択しまして、今日無事発売日朝一で入手してくることができました。でまず手に取って思ったのがですね、シルバーの色味結構違うんですよね。ちょっと動画だと伝わりにくいかなと思うんですけれども、私色味だけを見ると 100F の方が好きかもしれません。でただ前回の動画でご紹介した通り 100F の塗装結構傷が入りやすかったので、そのあたり改善されてるといいなと思います。あとは見た目で一番大きなところといえばやはりこのチルト液晶ではないでしょうか。上向き、それから若干ですが下にも向くようになっています。 X100 シリーズずっと固定式の液晶だったんですよね。でチルトが搭載されるという噂を聞いていて、重くなるんだったら嫌だなと思ってたんですが、なんとチルト液晶になっても重量の増加は約 10g 程度だったと思います。すごいですよね。あと大きく変わったのが X100F ではついてましたこちらの D パッドと呼ばれる物理的な十字キー、こちらがなくなってしまいました。私 XE3 も使ってたんですけれども、タッチパネルでの操作結構やりにくいなと当時思っていたので、これからだんだん慣れていきたいと思います。あとデザイン的なところでいきますと、ここのエッジの処理がちょっと変わりましたね。ちょっと斜めに落ちていたのが平らになって、ここのコーナーもちょっとなんか鋭くなったような手触りです。であとはですね、このダイヤルの大きさが少し変わっていたりですとか、ストラップホールの位置が少しだけ変わっていたりっていうところが気になりました。で続いて見た目のところから操作周りに入っていくんですけれども、 ISO のダイヤルの作りが大きく変わりました。今まではこう引っ張り上げたまま回さなければならなかったのですが、今回の X100V では引っ張り上げると一旦ロックされ、回して下ろすというような操作になっています。これ結構使いやすそうですね。あと操作周りでいくととても細かいところではあるんですけれども、この背面のダイヤルですね、ここのダイヤル X100F では結構硬かったので、回してるうちに押してしまったりということがよくありました。今回 X100V を手に取ってみてかなり軽く、片手で快適に回せるなというのを感じています。小さいところですがこういう改良はとても嬉しいです。で逆にちょっと使い勝手が悪かったのがこちらの Q ボタンですね。Q メニュー結構今まで使ってたんですけれども、だいぶ押しにくくなってしまった感じがします。この辺りも慣れだとは思うんですけど、少し端の方に行き過ぎてるかなという気がします。設定項目に関してはちょっと触れたいところがいくつかあるので別の動画にしようかなと思っているんですけれども、一つだけ以前の X100F の動画で不満に思っていた EVF の画質のところですね。結構画質調整できる項目が増えていました。でまだ細かく調整はしてないんですけれども、これはかなり使い勝手が良くなったなという印象です。それから何といっても変わったのが今回レンズが変わっています。でセンサーの画素数が増えたということで、もう100F の時にさすがにこのレンズ、100F のセンサーで限界だなというのを感じていたので、再設計されたレンズがついたというのは個人的には非常に嬉しいです。レンズの性質が 100F と 100V で結構違うので弱点とも言われてましたけども、開放近接での写り取り比べてまいりましたのでご覧ください。花を撮ってきてみたんですが、100F の方も 100V の方もどちらも手持ちで撮ってるので全くイコールのコンディションではないことをご了承ください。絞り優先で F 値を 2.0 開放に合わせています。でちょっと昼まで明るかったものですからどちらも ND フィルターを使うようにしました。100F の画像がこちらです。ピント面も含めてだいぶ柔らかい描写じゃないでしょうかね。開放のこの柔らかさが好きという方もいらっしゃるので、どちらを買うか悩まれる方ももしかしたらいるんじゃないかなと思います。対して X100V の開放の画像がこちらです。はい、だいぶピント面もシャープになりました。
ただこの今までのような雰囲気を崩すことなく、うまく解像感を上げて仕上げてきてるなという印象です。もう一枚いってみましょう。こちらも X100F の画像からご覧いただきます。やはりちょっと柔らかさが目立つような描写になっています。ずっと X100F を使ってきて、花を撮ると背景に寄ったり被写体に寄ったりするところもありますけれども、かなり柔らかめの描写になるなというのを感じていました。X100V で撮ったものがこちらです。はい、今ご紹介した2枚ともちょっと朝時間がない中でバタバタと撮ったものなので、しっかり構図を作り込めてはいないんですけれども、違いはお分かりいただけたかと思います。X100V かなり満足できる描写になっています。F8 ぐらいまで絞った画像もご覧ください。X100F、X100V ともにクラシッククローム F8 で撮っています。続いての画像がですね、どちらもベルビアで撮っています。ちょっと逆光気味だったので、この時 EVF を使ったんですけれども、EVF そんなに違和感なく使えました。届いて1日目ということで、かなり軽めのレビューになってしまいますが、また設定項目ですとか、少し使ってみてレビューを出したいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは機材のレビュー、それから映像作品、最近では Vlog なんかも公開しております。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは。